皆さんこんにちは。ミオユニバースのゆうすけです。ひろこです。いつもお越しいただきあありがとうごりがとうございまざいます。今日はですね、ツインレイの統合について、皆さんが一番興味のある、話題だと思います。ツインレイに興味がある方はね。そうですね。はい、統合についてのお話をはいいよいよしていきたいと思いします。はい。で、私たちは、チャネリングで、宇宙のね根源意識からそのツインレイというものについて、2人で協力し合ってその統合ツインレイの統合サポートをするようにという、指令みたいなものを受け取って、でチャネリングメッセージなどもいろいろと、受け取ってきた中で、ツインレイの統合に関するチャネリング情報も受け取ってきました。でその情報に関してまずブログに、私たちのツインレイのブログにですね掲載してきたんですけれども、それをね YouTube の方でもちょっと、お伝えしようかなとまず思います。はい、ちょっとチャネリングメッセージ難しいんですけど、じゃあ読むか。そうですね。やっぱりちょっとね工事のなんだろう言葉遣いというか、ちょっとね、僕ら概念も難しいし、感知できないようなね、情報でもあるので、そうですね、人間的な私たちの意識ではなかなかちょっと理解が難しいような情報だったりするのでね、ちょっと一旦でも読みますね。そうですね、読み上げていただきましょうかね。では、ツインレイの統合魂の結婚とは、心身霊魂、これは神と体身体の心ですね。で霊と魂、心身霊魂の全てが融合することを統合魂の結婚と呼ぶのであり、ツインレイの中に入っている我ら根源心陰陽心の融合統合、そしてツインレイの肉体の結び聖なる交わり、3次元の人間肉体の男女の融合、そしてツインレイの霊の融合、ツインレイのハイヤーセルフ、さらにオーバーセルフ同士の融合、そして最後にツインレイの魂の融合、3次元から宇宙意識を含む多次元そのものである魂のすべての意識の自分自身と相手のすべての意識の統合、この心身霊魂の4つの要素がすべて融合することを統合魂の結婚という。で例外として加齢や病気やごく稀に同性同士の肉体を選んで転生しているツインレイたちには、肉体の結びは男女の性的な交わりではなく、別の形でも、心、体の心の融合をできるように神が配慮するのである。これが難しいチャネリングメッセージで、私に下ろされた、ツインレイの統合とはっていうねお話の内容なんですけれども、ちょっとこれ聞いただけでは理解がやっぱ難しいでしょうし、文章でね後で概要欄にこの記事の文章化しているものも、概要欄に貼って、やっぱり言葉で聞くより目でその文章で見た方が分かりやすいという方もいらっしゃると思うので、今ちょっとざっとそのチャネリングメッセージを、伝えさせていただいたんですけれどもね、これをもうちょっとね分かりやすく、宇宙の根源意識から、私たちに伝えられた、統合とは、ツインレイの統合とはというどういう状態なのかっていう、そのね、解説的な、ことを言われたその内容というものも、ちょっとお伝えしていこうと思います。今日のテーマがですね、本当に皆さんが一番ツインレイに関心のある方々が、関心を持っているツインレイの統合とはという、多分一般的には、これいろんな解釈があっていいと思うし、僕らが発信することが別にね、正しいっていうことでもないですから、その皆さんのそうですね、いろんな人がね、いろんなことを言ってるしね、受け取っていただければと思うんですけども、そうですね、これはあくまで私たちが、その受け取った、ツインレイのチャネリングをもとに、受け取っている情報ですので、信じるか信じないか、採用するかしないかというものは皆さんそれぞれで判断していただけたらと思います。じゃあまずね、ツインレイの統合している状態というのはどういう状態のことを言うのかというの
のまず第一ですね。 3つ揃った状態そうですね。と言われてますね。 3つ揃っていれば、ツインレイが統合していると言えるということを伝えられておりますが、まず1つ目は、こちらですね。お互いに愛し合っているというところですね。両思いということですね。もちろんこれはそれは当たり前だなと思うんですよね。やっぱね、片思いの状態で、一人だけね一方的に相手を思っている。で相手は別に自分に関心がなかったり好きと思ってなかったりとか、そういう状態ではやっぱり統合とは言えない。これは皆さん分かりますよね。やっぱりお互い両思いということが大事ということ一つね。で、ちょっと解説すると顕在意識と潜在意識ってあって、で魂の本当ツインレイであれば潜在意識では絶対相手を愛しているし、自分自身の本当魂のね半分なわけですから、潜在的には絶対愛しているんだけれども、それが表面化しているかどうかっていうのがすごく大事で、そこはすごく大事ですね。潜在意識でそれをやっぱり愛をちゃんと、認識してるし、そう感じたり愛しているのか、お互いに伝え合うことができたりね、そこがちゃんとお互い両思いであるということはもう本当にね、それは恋人の条件としてもね、お互い両思いじゃなきゃ付き合わないしね。そこはツインレイの統合でもやっぱりお互いの愛というものがまず大事だということですね。はい、では次行きましょうかね。次はちょっと、まだまだハードルが高いっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こちらですね。はい、肉体的にも統合しているという状態ですね。これは、2人がやっぱり肉体関係になったことがあったり、そういう状態に、肉体同士でもやっぱりそのつながりというものがあるということ、それがやっぱりちょっとねスピリチュアル的なその感覚だとエネルギー交流とかね、肉体ではまだ相手に触れたこともなかったり、そういった性的な関係になったことはないんだけども、エネルギー交流はしてますっていう方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱり、ツインレイとして肉体を持って男女でこうやって出会っている場合には、やっぱりその肉体の統合というものも、性ですよね、性的な関係というのもすごく、統合にはやっぱり必要という、これないでプラトニックな状態だけでお互い両思いだからって言って統合できるかっていうと、ちょっとそれは違うみたいなんですね。やっぱり肉体を持って生まれてきてるわけだから、宇宙から見たら統合している状態とは言えないってこと、ちゃんと男女が愛し合うということはやっぱり性的にも交わりが必要になってくる。それがやっぱりレス状態だったりとかね、そういう関係が一回も今まで持ったことがないっていう状態だと統合とは言えないということを伝えられました。これはあくまで私たちが伝えられたことですね。はい。で、3つ目がですね、こちらですね。はい。これが一番難しいところなんです。一番大事だよね。そうですね。お互いその魂の陰陽のパートナーであると認め合えているっていうことですね。でこれは言葉はそのツインレイという言葉であってもいいし、魂の片割れとか、ね、でもいいだろうし、いろんなねツインソウルとかそういう言葉もいろいろと世の中にはあって、大事なことはその魂のパートナー、その陰陽の相手、宇宙に一人しかいない、陰と陽の片割れとかね。そうですね、そういうふうにお互いがこの人がやっぱりその自分のにとってもう宇宙でやっぱ唯一無二の、相手存在で魂の相手であるってことがお互いちゃんと認識し合えている状態であることは統合の中ですごくやっぱり要になっているかなって思います。だから先ほど言った、この2つですね、お互い愛し合っているとか肉体的に統合しているっていうのは結婚している夫婦とか、お付き合いされているカップルは大体この状態は2つとももう当てはまってるから結婚したり交際してると思うんですね。でも多くの、ツインレイが統合できていないその大きな理由としてはこの3番目のですね、
お互いがこの魂のパートナーだと認め合えていないというところがやっぱりそのツインレイとの関わりの中で、やっぱりね大きな隔たりになってしまうところなんですよね。例えば1番と2番の、条件を満たしていても、そうやって結婚してる方たちとかもたくさんいると思うんですけども、その3の条件がお互いに受け入れてない時は、それはツインレイの意識レベルでの、愛というか統合にはなってないっていうような、やっぱり三次元的な男女関係だったり、恋人関係だったり夫婦関係はここまでですよね。この1と2番のお互い愛し合っていて肉体的にもそういった関係があるというのは、普通のカップルたち、人間的なカップルたちはみんなここまではできている。でもツインレイとそうじゃないカップルたちって何が違うかっていうと、やっぱりお互いが魂のパートナーであるということを知っているとかね、気づいてお互いそう思い合えていることがお互いにこう認識し合えているというところ、それがないとこの3番目のねここの部分が、弱いカップルたちっていうのはやっぱり別れちゃうんですよね。結構ね、僕らがこの2人はツインレイだなと思ってるような、カップルとか、もちろん結婚しているエネルギー的にもね2人でも別れてしまったりとか離婚してしまったりっていうのは結構た多いくさんんですよ。見てきていて、それほどね2人の多分喧嘩とかが激しいものになってしまうから、そういう結果になってしまうことも多いと思うんですけども、やっぱりこの3番のこの条件が本当に心からお互いに、受け入れて認め合っているならばそうは別れない。そうですよね。やっぱり逃げたとしてもこの人が魂のパートナーで、他にはその存在はもうね、代わりになるものはいないということが分かっていればやっぱり向き合おうとするし、その人以外の人と交際したとしても、結局そこでは埋められないものがあるっていうものだったりとか、ね、それがお互い分かるはずなんですよね。ツインレイでちゃんとその認め合えるカップルたちというのは喧嘩して別れそうになってももうこの人しかいないんだっていうので食いとどまることができる、でもやっぱり多くのカップルたちとか夫婦たちというのはやっぱお互いがここまでのそのツインレイという概念を、認識し合えてなかったりとか、相手のことをその言葉とか概念は知っていても相手のことをそう思えないどちらかが状態であれば、やっぱりその夫婦やカップルはツインレイとして統合できているかというと、なかなか三次元的な関係でとどまっている夫婦関係だったり恋人関係で、そこ止まりっていう感じのことなんだろうなと思います。あとはそのツインレイっていう言葉とか概念を知らなくても、よくそのね、生まれ変わっても一緒になろうねみたいな、そういう言葉ってあると思うんですけども、それはかなりこのツインレイの、その、魂レベルで愛し合っているっていう状態と言えると、愛し合っているかっていうところの大きなやっぱりそうだね、意識の自分がどれくらい相手を愛しているのかとか愛されているのかっていうのの目安としては、やっぱ来世も一緒になりたいねって相手も思っていて自分も思っていれば相当お互い愛が深いということだよね。代わりはいないって思ってるわけだし、その人がやっぱり好きということが強いからこそ来世もって思うわけだよね。でも今世でもういいかなみたいな関係だったりとか、なんか結婚はしてしまったけれども、来世は別の女性と結婚したいかなみたいなのとかね、ご主人だったりとか奥さんとかがね、そういうふうに思っている状態っていうのはそこまでのやっぱりこの3番までいってない深さではないという感じね、なんかことなのかなって分かりやすいですよね。この来世も一緒になりたいかっていうその問いかけに関してはね。もちろん来世はね、違う肉体でまた違う設定で、体は違ってするだろうけど、違う人生を多分楽しむはずなんですけれども、でもその魂的にだよね。その一緒にまたなりたいと思える相手なのか
っていうところでね、意識が大事ですよね。はい、で4つ目も話しますか？そうだね。この4つはい、で目っていうのは4つ目実はね、最初僕らはこの4番まで伝えられてたんですけども、途中でこの4番は一旦言わなくていいよって伝えられたことなんですね。はい、4番は2人での役目を開始しているっていう、役目活動とかですね、2人でやっぱりツインレイってやっていく何かしらのお役目があったり役割があったりするわけですね。でそれは地球のためであったり世の中のために何かやっぱりこう2人の愛のパワーや光をですね広げていく、そのために協力し合う必要とかもあったりする関係なので、これがねやっぱり、始まっているツインレイのカップル夫婦というのはすごくやっぱり統合が進んでいるからこそ2人でそういった活動ができるわけなんですよね。で、このね4つ目のこの話に関しては宇宙から言われたのはこれをなんだろまあ統合の条件みたいに掲げてしまうと、本当に2人で全く同じ仕事をしなければいけないんだろうかとか、なんか2人でサイトを立ち上げてね何かやり始めなきゃいけないんじゃないかとか、それがなんかプレッシャーになったりとか、なんかまだそこがイメージできないっていうカップルの人たちが私たちツインレイじゃないかもって思っちゃう危険性があるということなので、これは一旦そうですね、これは時期が来た人たちには自然とこういう宇宙からの促しが来るという、2人で役目を果たして開始していく時期が来るということですね。でも先にこっちにとらわれてしまうと、やっぱり2人でなんか共通するものないしとかね、2人でなんかやるようなビジョンも湧かないしとか、ね、ある意味この本当にお互いに愛し合うってところもがおろそかになってしまったりね、ビジネスパートナーみたいになっちゃって、お互いにその使命を果たし合う相手っていうことの方が先決してしまうと、このお互いの愛っていうものがあんまりまだ培われない状態で、なんか使命の方ばっかり優先してしまう、特にその真面目な方たちほど、なんかねそういったなんか愛にうつつを抜かしている場合じゃなくて、早く使命を果たさなきゃみたいになっちゃって、本来の愛が、培われていくね時期というものが遅れてしまったりとか、その愛の深さが深まらない状態で、そういう関係になってしまったりとかね、友人関係とかビジネスパートナーみたいな関係になってしまうと、ちょっとその宇宙のツインレイの統合の意味合いと変わってくるということで、大事なのはこの3つ、まずはこの3つがとにかくその男女で出会っているツインレイたちは大事ですよということが伝えられました。お互い愛し合っていることと、肉体的にも統合していることと、お互いが魂のパートナーだということを認め合えているということですね。これが同性同士だったりとか、そんな障害があったりとか、病気があったりする場合は、この肉体的な統合っていうところが、ちょっと、普通の男女とは違ったケースで2人の愛を確認し合う、何かしらの代わりになるようなものが、後押しされるのではないかと、私たち同性同士じゃないのでちょっと分かんないんですけど、いうことですね。はい、それでちょっとね、私がこのさっきのチャネリングメッセージ、冒頭にお伝えしたチャネリングメッセージを聞いて、なんとなく自分の中のイメージとして、こう浮かぶビジョンというものを、ちょっと絵にしてみたんですけどね、なんかこの言葉をねイメージ化してそれを書くってすごく難しくて、で特にそのねエネルギー的な神とかハイヤーセルフとかの状態っていうのは目に見えないものだから、それはその人それぞれの見え方とか感覚ってみんな違うと思うんですけど、ちょっとね分かりやすいかなと思って、ちょっと視覚化した絵があります。はい、でこれがちょっと私が一生懸命ちょっと描いてみたものなんですけれども、はい、これね人間の男女ですね。でまずは、人間の男女のその魂がこう結ばれる、つながるとか融合するとか統合するとかですね。でそれにはやっぱり肉体を持って男女で生まれてますので、神様がね男女というものを、作った、肉体をこうやって作ったということは、
それは愛し合うために作ってるわけでもあるし、また子孫を残すとかそういう役割もありますけれども、まずねその肉体も先ほど言ったように2番目に出てきたように統合する必要があるので、そのプラトニックな状態だけではなくて、2人とも肉体でも愛し合うことでより魂が深く、つながって、エネルギーの交流が起きますね。性エネルギーの交流が肉体でも、肉体レベルでもエネルギーレベルでも起きてくる。でそれによって、今度はハイヤーセルフ、これちょっと後ろにいるのがハイヤーセルフの、ビジョンというか私の、想像像なんですけども、それぞれの、ハイヤーセルフ、霊体とも言えるんですけどね、それぞれについて、それぞれの本当の自分ですよね。エネルギー体の本当の自分たち、それも、やっぱりツインレイのこの肉体の統合とかお互いが愛し合うことによって統合されていく、2人が融合していく、ハイヤーセルフ同士も統合が起きてきて、そしてその、ハイヤーセルフのさらに上にはオーバーセルフというものもいると伝えられてるんですね。でオーバーセルフっていうのはもっと大きなエネルギー体ですので、ハイヤーセルフよりもさらにお互いにその大きなエネルギーのなんでしょうね、相対みたいなエネルギーの量がすごく大きな相対になっているものがオーバーセルフというエネルギー体があるんですけども、それ同士もツインレイが2人が肉体レベルや人間レベルで統合していくと、オーバーセルフも統合して融合していく。そしてさらによく言うの分け御霊とか、ね、そうですね、言われるような次元ですよね。そうですね、どんどん次元が高まっていくわけなんですけども、でその次元がさらに高まってくると、このなんだろう、ツインレイというのはその陰陽神とも言われてるんですね。ツインレイの根幹になっているものは、陰と陽のそれぞれなんかこう神みたいな、人間それぞれが神という見方もあるんですけど、これがねその多分、陰陽の神同士も統合する。この下に太陽と月の神様もいたりするんで、なんとね。そうだね、だから何次元ってあるんだよね。これ肉体次元が3次元だとしたら、5次元とか、8次元とか10次元とか、根源の意識の源まで段階はいっぱいあるんですけども、それをどんどん統合させていくプロセスが、2人がですね出会って向き合いが始まってくると起きてくるわけですね。最初はまだねその3次元的な、ただ恋人として好きだとか愛し合ってるとかその状態レベルだったかもしれないけども、ツインレイという概念を知ったりとか、お互いそういった概念を認識し合うことで、さらに次元の高い意識レベルでその統合が起きてくる、つながってくるし、そのスピリチュアル的にもやっぱりそのね理解が深まってくるわけですね。魂とかそういう話になってくるわけですから、ツインレイというのはね。なのでそのハイヤーセルフ同士も2人のそのツインレイという概念を認識してそれを認め合える状態になってくると、だいぶハイヤーセルフ同士の融合も進んでくるのかなと思います。でその2人の向き合いが、どんどん進めば進むほど2人の統合度合いというものは深まっていってこのさっき言ったように一回これ持ってもらっていいですか。一回この肉体関係になったからといって一回でそれが統合が起きるっていうわけではないと思うんですよね。2人でやっぱり交際していったりとか向き合っていく中で何度も、そのお互いの愛を確認し合ったりとか、この肉体的な、統合というものも何度も繰り返すことによって、だんだんとそのお互いがもうこの人しかいないというかツインレイであるということがだんだん本当に理解が深まってきたり認識や自覚が深まってくることによって、どんどんこの3次元的な人間同士だけの、愛の関係だったものからどんどんハイヤーセルフやオーバーセルフやその神の、次元の統合に高まっていくんじゃないかなと思います。このツインレイの統合が、一回そういった肉体関係になってはい統合っていうものではないっていうふうに私自身は思う。どうですか？
うん、そう思うし、その今世終えた時点で、その統合のなんていうかそのシンクロ具合が果たして100になるのかっていうのはちょっとわからない。わかんないね。人生を終えてみないといつ分離するかもわからないしね。そこで本当に愛し合い最後まで添い遂げられれば、ある意味地球でのそのツインレートの統合ミッションみたいなものは完成して、人生をね悔いなく終えることができるのではないかなと思います。であとは私伝えられていたのは、そのツインレイというのは、この地球での、輪廻転生がもう最終段階で会うっていう人たちが多いっていう聞いていて、で地球でのその統合がちゃんとクリアできれば、他の星に来世は2人で転生していくツインレイも多いと。で望めばまた地球をね、2人がまた地球での人間体験をしたいって望めばまた輪廻転生で、来世も人間として地球で体験するかもしれないんですけど、その2人がもう地球のねある程度のそのところを人間としての人生を完了させて、もう次は他の星に行くっていう可能性が高いっていうことは伝えられています。だからこそ後悔なく地球を楽しんで、2人で分離しないように生きていく、それがすごく大事だなと思っております。はい。あとはなんかこのね、僕らは目に見えないけれども、宇宙から見るとこの、それぞれの魂が丸だとすると、それがその十字のエネルギーでつながってね、つながっている状態っていうのが、この統合している状態。本当のツインレイであったらここに必ずその2人をつなげるエネルギーというものがあるということですね。はい。でなんかこの十字で2つの魂がつながってる状態っていうのが、これが本来の魂の状態らしくて、僕らは一つが魂だと、思っていたんですけれども、それが本来の姿ではなくて、陰と陽の魂が2つ揃ってる状態が、これが本来の魂の一つの完成像、姿であって、魂のね。でこのそのツインレイとしてこうやって地上で肉体を持って統合することで、それが魂の一大イベントというか、本当にまずは一旦ここを目指していくみたいな感じですよね。このために出会うんだよね。で、この統合してその人生を最後まで添い遂げることができた2つの魂は、今後その来世というのかな、どこに転生するかわかんないんですけども、どこの星でも地球でも他の星でも2人揃って、2人揃って今後はもう転生していく。そうだね。っていうことが伝えられてますね。常に2人でいるっていうことになると思います。来世以降はね。はい。この添い遂げればね。はい。人間に生まれてなければの話かもしれないけど、人間だと男女になっちゃって。でも男女でもまた同じ時代に生まれて2人で活動していく、幼馴染で生まれるとかね。はい。そうですね。来世もきっと結婚したりするんだろうと思います。また人間をやるとしたらね。はい。そのためにも今世分離せずにこのまま終えることが大事ですね。添い遂げるということが大事。統合したツインレイたちはね。はい。それでは今日はですね。またちょっと本当に重要な、皆さんが一番関心を持っていると思うそのツインレイの統合とはという話を、結構ね、肉体的に一つになることが統合だと思ってらっしゃる方。そうですね。この2番目が統合だと思って肉体の統合を目指している方も多いと思うんですけども、それで完成するものではないということ、いろんなやっぱり2人のプロセスがありますので、これをね皆さんも根世で統合できるように私たちも祈って応援してこの YouTube をどんどん撮っていきたいと思いますので、気に入っていただけたらチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。多分ね、3番とか4番まで行くと行けば行くほど分離しづらくなっていくと思いますね。そうですね。2人の関係がより強くなってくると思います。はい。それでは、また次の動画をお楽しみにしていてください。はい。それではありがとうございます。はい。失礼いたします。